はい、皆さんおはこんばんぬこです。それでは、バトルで優秀な月島さんが入ったアンカバードトゥルース棒ガチャ。本日8月21日の16時から1週間開催されるこちらのガチャ、説明していきます。本日のお品書きは以下の通りです。まず、消費霊玉に関して、おすすめ度に関して、キャラ詳細を行った後に私はどうするのか説明していきたいと思います。まず消費霊玉です。ステップ1と2が安いバージョンで250連まで星5確定が続きます。星5確率は 4.5% なのでちょい高ですね。さあ、早速結論ですが、私個人のおすすめ度としては83% とかなり高いおすすめのガチャになっております。今回のラインナップは目玉の月島さん、銀城、雫ドロップ量アップのマユリ、クールホーン、チルッチ、ドルドーニ、小説のネリエル、グリムジョー、ヒコニャンとなっております。このガチャはこんな人におすすめです。バトルの勝率を上げたい、雫ドロップ量アップキャラが欲しい。今回、状態以上 100% 短縮キャラが多いです。なので、そういったキャラを増やしたい。また、後に説明しますが、爽快感を味わいたい人にもおすすめです。また、今回のガチャ、チケットで出ませんので、チケットで出ないキャラを増やしたいという方におすすめです。さあ、早速、キャラ詳細見ていきます。月島さんですね。希少な無所属シュテルンリッターキラー。新色持ちになっております。新色持ち、キャラ少ないので、改めておさらいなんですが、新色とは、一定ダメージを受け、さらに一定時間、状態上効果を持つ攻撃の状態上効果が発動しなくなります。また、新色の状態上効果を発動したキャラクターは、体力を回復しますということで、すごいバトル向きですよね。加えて、パッシブスキルで弱体が効きません。そしてね、バトル時間、一定時間無敵がついてます。あと強化技も本人が持ってますし、防御低下能力フッパがついているので、必殺技を打った後、さらに追撃して倒すこともできるということで、バトル業界では月島さんかなり強いです。絶対ゲットしておきたいというキャラですので、20丸とさせていただきました。バトルあまり詳しくないという方、これまでにバトルに関する動画いくつか上げております。概要欄にリンクを貼っておくので、お時間がある時にご視聴していただくと、バトルについてより詳しくなれます。続いて、銀城空母ですね。青攻撃です。いいですね。そして、希少な無所属です。ソウル特性が通常攻撃ダメージ 25% アップ。最高値なので、リンクとしても使えます。冒頭で申しました爽快感、この銀蝶のことを言っております。何かっていうとですね、もともと攻撃力ステータスが高いです。加えて、アビリティで通常攻撃ダメージ 25% アップに加えて、プラス 40% が入って合計 65% まで上がっております。さらに、ダウン中追撃がついているので、ダウンしている敵にもどんどん攻撃が当たり続け、かつ、敵ガード無効がついているので、青攻撃をガードしてくる敵も関係なしに攻撃できるということで、常に敵にダメージが入るような状態をキープできるという、とても爽快感のあるキャラクターになっております。私がよく遠くへのライブで銀城を使っている時に興奮していると思うんですが、この爽快感のためです。また、防御低下能力負荷がついているので、特にボスの時ですね、必殺技を打ってからだとなお、この高い攻撃力でボスを駆逐できるという、とても使ってて気持ちいいキャラクターになっております。あえて言うなら状態上付与がないことがデメリットですが、個人的には20丸かなりおすすめのキャラクターとして紹介します。続いて、黒乳マユリですね。希少な即の雫ドロップ量アップキャラになります。センナもいるんですが、センナ持っていない人欲しいですね。なぜなら、即のキャラクター強いのが多いです。バトルで言うなら、月島さん、チャド、あと一角なんかも即ですよね。
あとは共闘で5周年の兄さんを使ったりとかしていると思います。そういった時、継承レベル20にする時に雫足りないなんてことがあります。この参りはそういった意味でもおすすめです。そして本人が希少なエスパーダキラーを持っています。加えて青攻撃、弱体持ち、さらに必殺技に自動復活とかなり豪華ですね。さらに敵ガード無効もついているんで爽快感も味わえます。グルバトでもね、使えますね。ということで、僕の雫ドロップ量アップキャラというだけで20丸を上げたいんですが、それ以外にもかなり使える要素が多いということで、文句なしの20丸です。続いてクールホーンです。弱体と衰弱技が持ってます。衰弱技持っているキャラクターまだまだ少ないのでおさらいです。衰弱とは、一定時間周囲の敵の能力をダウンすることができます。衰弱技によって能力がダウンしている間は敵キャラクターの周囲にエフェクトが表示されます。強化技で能力がアップしている敵に対しては強化技の効果を打ち消し能力をダウンさせますということですね。またパッシブスキルで毒が効きません。防御低下能力負荷がついているので必殺技ダメージが高いです。毒が効かないこと、衰弱技を持っていること、ソウル特性がクールタイム 12% 短縮ということで、高難易度クエストのオート周回に使えると思います。不可攻撃なのが少し残念ですね。総合評価は丸です。続いて、チルチちゃん、青攻撃、列車持ち。いいですね。パッシブスキルで毒も効きません。条件付きにはなってしまいますが、心属性死神への状態異常確率が上がっています。加えて、敵に列車が入っていると全ダメ 40% も上がるので、この条件がマッチしているとかなり火力が上がります。青攻撃、列車持ち、毒も効かないということで、チルチちゃんも高難易度クエストのオート周回に向いています。総合評価、丸とさせていただきました。続いて、ドルドーニですね。パッシブスキルで麻痺が効きません。アビリティもかなり高いのが入っています。通常攻撃ダメージ 50%、強攻撃ダメージ 50%、そして希少な体調キラーを持っています。ソウル特性、非ダメージ 20% ダウン。こちら最高値ですので、リンクとしても使えます。麻痺が効かないことと、こういった高いステータスを持っていること、ダメージが軽減されること、またクールタイムが短縮がついていて、自分の攻撃力もさらにチームパーティー効果で上がるので、チャッピーをつけてオート周回すると、クールタイムで敵をこけやすくしやすくなるんで、良いですね。で、その高い攻撃力でどんどん駆逐していくという使い方ができるので、ドルドーにも高難易度クエストのオート周回に向いていると思います。デメリットとしては赤攻撃と状態異常付与がないので、ここで致死率がかなり上がってしまいます。また、撃つことは少ないかもしれませんが、必殺技ダメージアップのアビリティが入っていないので、必殺技の威力はかなり低いです。また、体調キラーなので、おっしゃ、グルバトで使えるやんと思うかもしれませんが、スーパーアーマーが入っていないので、グルバトで活躍するにはといった感じになります。私の感想では高難易度クエストのオート周回用のキャラかなという認識です。総合評価は丸としました。続いて小説のネリエルです。弱体付与ができます。ただし赤攻撃です。攻撃力がめっちゃ高いです。ステータス値も高いですし、アビリティですね。通常攻撃ダメージアップなんと 80% ついてるんです。これはかなり高いです。強攻撃ダメージアップもいいのついてます。必殺技ダメージは一般的なものより低いです。基本チャッピーを使うスタイルだと思うんですが、クールタイムもアソル特性に入っているので、うまく弱体を付与しつつ、弱った敵にこの高い攻撃力でとどめを刺すみたいな使い方がハマるかと思います。またですね、力属性、アランカルキラー、アランカルで調べると、まだ適正キャラがこれしかいません。ウルキョーラを持っていない人、ここでネリエルをゲットしておくと、トークエなどの条件限定のクエストで役に立ちます。総合評価、丸です。続いてグリムジョー、青攻撃、列車持ち、ため攻撃がある。かなり使いやすいキャラクターになっています。またアビリティで、火傷が効かないです。特にデメリットが見当たらない。そうですね。ここに尽きるのかなっていうキャラクターです。総合評価丸です。最後、ヒコニャンですね。希少な無装束です。弱体が付与できます。ただし赤攻撃です。アビリティで麻痺が効きません。緊急回避回数プラス2がついているので、
必殺技が避けやすいので、遠くへなどで私は重宝しております。残念なのが、赤攻撃であることに加え、見てください。強攻撃ダメージアップのアビリティがないので、実は強攻撃の火力ってそんな高くないんですね。そこがちょっとデメリットかなと思います。地属性、無所属、死神キラーで検索をかけると、ノエルちゃんとヒコニャンしか出てこないです。とてもニッチなキャラクターですので、ノエルちゃん持ってない人、ここでヒコニャン手に入れたいですね。はい。以上が今回の棒ガチャの詳細説明になります。一方で、こういう方いるんではないでしょうか。木島さんも山Gも持っていません。霊玉も限られています。どうしたらいいですか？当然こういう人は多いと思います。個人的にはバトルの勝率を上げたいのであれば、やはり山G、バトル業界今最強キャラですので、山Gを優先してください。いやいや、つってね。月島さんも強いのは散々今ぬこさん言いましたやんと。どっちも欲しいんや、ワイは、という場合はですね、霊玉2200から3300個を残して、今回の棒ガチャに霊玉を回すのはありだと思います。要は、100連から150連ぐらい山Gのところに残しておかないと、ちょっと不安が個人的にはあります。そりゃ、確率なので、最初の初回の10連で出るかもしれないです。最初の確定の1100個で出るかもしれないです。それはわかりません。ただ、確率を上げるんであれば、個人的な今まで5年間、6年間、プレソロやってきた身としては、欲しいキャラがいた場合、最低でも100連、150連見てたら安心かなというところがあります。なので、ここの霊玉を確保できているのであれば、今回のガチャとても良いと思うので、月島さんのね、もう欲しい。最高ですよ。月島さんもね、山Gを持ったら、それはもっとバトルの勝率上がります。月島さんのね、ピックアップなんて次いつ来るかもわかりませんけど。ただやっぱり山Gのバトルの勝率を上げるなら、気をしますので、山Gを優先してください。目安はこちらになります。それでは、私はどうするか、スルーします。未所持率がね、実は低いんですね。44% なんですね。ちょっとね、服には勇気のいる未所持率です。加えて、月島さんもマイリも持っているので、持ってないとめちゃめちゃ困りますっていうキャラクターは、とりあえず今確保している状態です。無理に、確かにいると便利です。特にこの状態以上短縮持っているこの3人がいたら、私は基本効率中なので、オート周回をいかにするかばっかり考えてます。この3人がいた場合、オート周回が楽になるのはすごいわかるんですけども、ちょっとね、私も山G持ってませんので、山Gの方にぶっ込みたい。最低限持っているキャラクターはいるということでね、今回はかなり悩みました。涙のスルーです。はい。本当は引きたい。山Gが控えてなければという感じでした。はい。以上が今回の棒ガチャの説明になります。本日の動画が面白かった、役に立った、思ってくださった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、このチャンネル以外でサバイバルホラーチャンネル、猫のチャンネル、また、このチャンネルでメンバーシップ限定の動画も出しております。ご興味ある方はご検討いただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。